皆さん、森のニーナです。今日の動画は水分爆発、肌の調子を整えたい時におすすめなシートマスクを紹介します。実はこの5日間私は風邪をひいてしまい、体調が悪い時って肌も一緒に不調になりがちですよね。しかもスキンケアもおろそかにしがちだった。そういう時すぐにでも頼りたいなって思うのがシートマスク。美容液もなんだけど、結局やっぱ水分を取り込むのが肌調子を取り戻す一番近道だと思ってるので、そんな時に私が頼ってるシートマスク紹介していきます。それでは始まります。スタート。今日はね、なるべく皆さんに当てはまるような紹介の仕方をしたいと思っているんですけど、本当に肌の調子が悪い初日、最初のケアは攻めのケアよりも守りのケアに徹するのが一番だと思うんです。成分優しめかつ時短でしっかり保湿ができるマスクといえばやっぱりこちらです。クオリティファーストダーマレーザースーパーブラック、毛穴に特化してます。発売当初は本当に人気すぎて生産が追いつかなくて全然店頭で見かけることなかったんですけど、今はね落ち着いてネットでも店頭でも見かけるようになりました。クオリティファースト有名なので端的に話すと、3分でケアが完了するのにしっかりと保湿ができるシートマスク。美容液は化粧水のようなゆるさなんだけど、ジェルのようなとろみ感があります。やっぱり厚みがある液体ってしっかりとお肌にへばりついてじわじわ中まで浸透しそう。すごくね伸びが良くて、塗った後も角質がすごいキラキラ光る。シートが全然他のシリーズと違うんですよ。めっちゃ分厚い、重いんですよ。美容液がひったひたに染み渡ってる。これを全部顔にのせられるっていうのが嬉しい。触り心地もつるっとしてる。めっちゃ柔らかい。厚みがあるから開きやすいしのせやすいです。こめかみの部分が大きく作られてます。輪郭にカッティングがないので引き上げられる。これがめっちゃいい。ほら、小鼻のカッティング広めだけど一般的、目元も一般的。じゃあこれ3分なので待ってる間に成分効果のお話すると、これのいいところは攻め方。ビタミン C 誘導体の攻めのブライトニングケアがトーンアップと毛穴ケアを徹底してくれる一方で、ナイアシンアミドでバリア機能も強化してくれるから、攻めながらも肌を荒れさせにくい。でもこの価格でナイアシンアミドが 12% もう入ってるっていうのは相当すごい。一応シリーズの中でちょっと高いんですけど、だとしてもこの価格で抑えられるっていうのはあんまりないかも。3分経ったの。いい感じですね。もうガチガチに乾燥末期だったお肌も本当に一発でガサガサごわつきっていうのは治ります。めっちゃいい感じ。保湿が肌の層しっかり行き届くからかめっちゃ光るんですよね。物理的に肌が白くなったわけじゃないんですけど、すごいトーンアップしたような仕上がり。使った直後は、若干ベタつくだけど、時間が経つにつれ表面のベタつきは落ち着いて、内側はしっかりと保湿が残る。ふっくら感も感じるので、エイジングケアに特化したマスクではないんですけど、張り感が気になる方にも喜ばれるようなマスク。毎度やっぱこのクオリティファースト使うと、この保湿の仕方にめっちゃ驚く。はい、まとめると、短時間でしっかり保湿をしたい時、毛穴とくすみを同時にケアをしたい時、肌の調子が揺らいでいて早く調子を戻したい時、特別な日の当日の集中ケアとしてもとってもおすすめなマスクです。続いてのシートマスクはこちら、バイオダンスです。私数種類持っていて、コラーゲンとか鎮静とかいろいろある中で、今日の企画にはやっぱ水分爆発っていう点でこちらのハイドロセラリアルディープマスクを選びました。とにかく赤ちゃんになる。もう本当に使い終わったらもっちもちだし、マネキンみたいなチュルンとしたお肌になる。ただこれの最大の良いところでもあり悪いところでもあるのが、最低3時間つけなきゃいけない。スペシャルなケアしたいって時にもすごいおすすめなんだけど、やっぱ3時間っていう時間が必要っていうところで結構好みは分かれるかも。これを使いながらだと企画が進まないので、ちょっと使った日の映像を差し込みながらお話ししていきます。美容液はとろみのある濃厚なジェル状で、結構肌に密着するタイプで、シートにたっぷり含まれてるようには見えないんですよ。ジェルのもちっとした柔らかいプラスチックを肌に貼り付けてる感じで、水分感っていうのはシートからはわからないんですけど、その点長時間つけていても液が垂れてくることがなく、3時間だろうが5時間だろうがつけていて行動の制限がないぐらい快適に使えます。シートの特徴、プニプニしてます。で輪郭のカッティングも上
下分かれてるので、顔のサイズ問わず使いやすいっていうところもすごいいいなと思います。成分のお話すると、これはね攻めの成分が控えめなんですよ。なので結構その肌の調子が悪い時にも使いやすいです。鎮静と保湿に全振りした成分です。セラミド複合体とパンテノールっていう超マイルドなバリアサポート成分がメインで入っていて、保湿力に全振りした安心な設計になってます。これね面白いのが、氷河水が水分補給しっかりサポートしてくれるらしいです。あとね、これもまた嬉しい、パンテノール刺激をね和らげながら肌を落ち着かせてくれるので、しっかりと保湿してバリア機能の調子を保ちつつ、今荒れてるお肌も鎮静できるっていう、だから敏感肌の長時間保湿ケアに特化してるっていうところがすごいなって思います。使用後の肌の状態は本当にもちもち感がたまらない。赤ちゃんのようなふわふわ肌に仕上がって、肌のキメも整って透明感もアップしました。もう何よりツヤがすごい。表面はベタついてないのに肌の奥まで潤ってる感じがあって、乾燥が気になる部分もしっかりケアされてまして、翌朝のメイクのりが格段にアップしてるし、くすみも目立たなくなります。まとめると、ちょっと時間が必要だけどしっかり不調をリセットしたい、なんなら数年の老化もリセットしてちょっと肌を赤ちゃん返りしたいっていう時にもとってもおすすめなシートマスクでした。私は寝る前のご飯食べ終わった時間から寝るまでの3時間ぐらいに使ってます。はい、今日のシートマスクはサミュの pH センシティブマスク。こちらはですね、前回紹介したバイオダンスとクオリティファーストのシートマスクよりはちょっと保湿力は劣るんですけど、鎮静に特化したシートマスクなんですよ。肌荒れしがちな時期に使うと赤みが緩和されたり、シンプルに敏感肌用の保湿マスクとしてめっちゃ優秀。名前の通りお肌の pH バランスを整えながら保湿と鎮静効果が期待できるアイテムです。価格は10枚入りで1980円。シートマスクとしては中価格帯でちょっとしっかりケアを求める方向けです。これはね紙なんですよ。だから破きやすい。こういう日常のちょっとしたストレスでさえも省かせてくれるのはめっちゃ嬉しい。美容液はこんな感じでめっちゃトロトロ、もう出てくるのめっちゃ遅い。最近使ったシートマスクの中で一番とろみがあるかも。厚みのあるテクスチャーのシートマスクが大好きで、ほらめっちゃ伸びがいいの。だからこれ使い終わった後とか全身にも使えます。ツヤ感度合いで言うとこんな感じ。やっぱりね他の2つより保湿っていう点では少し控えめ。シート取り出してみるとこんな感じ。最近さ薄いシートマスクの方が流行りだしてたから、従来の普通のシートマスクの厚みってこのぐらいだよねっていう感じ。程よい厚みがあって美容液を十分蓄えられるぐらいの重みを感じるので、もしかしたら見た目以上にすごい美容液が入ってる気がする。シートがねめちゃくちゃ柔らかいの。なんかお肌に優しそうな柔らかさで、程よく厚みがあるので開きやすいです。柔らかいんだけど丈夫な感じなんですよ。だからこれがねのせやすさにつながってるんですよ。密着させやすいの。本当に綺麗に貼れる。ふわー、安心感すごい。この薄さのシートマスクにこんなに美容液いっぱいひったひったに入ってる、ちょっと垂れるのが怖いんですけど意外に垂れないんですよ。だからこの垂れにくさがシートにその液体をしっかりと染み込ませるような技術が組み込まれてるんだと思った。これは10分から15分置くタイプなので、待ってる間に成分とか効果のお話すると、超鎮静と保湿に特化した設計な成分の組み合わせになっていて、パンテノールとツボクサエキスの組み合わせで攻めのケアを一切もう排除しちゃってる。もう守りのケア徹してる。なので本当に肌が敏感な時でも安心して私は使いやすかったです。さらには保湿力のあるヒアルロン酸ナトリウムが入ってるので、使い終わった後の柔らかさが別格。肌荒れしやすい時ってバリア機能とか土台を整えてあげるのもすごい大事だから、肌荒れ時期のレスキューアイテムに超最適。15分経ったので剥がしていきます。表面はこんな感じ。馴染んだ後はこんな感じです。やばくない？トーンアップ度合い、透明感爆誕とはこのことみたいな。美白に特化してるわけではないんだけど、その肌を鎮静させることによって晴れるくすみ。見た目に関してはもう見ての通りめっちゃトーンアップするんですけど、仕上がりのイメージ、保湿度合いで言うと、やっぱりちょっと冒頭でも言ったんですけど1と2にはちょっと劣る。だけどそれは正直ねこれ表面だけの話だと思っていて、実際触ってみるとめちゃくちゃふわふわなんですよ。でごわつきとかもなんかチュルンとなってるんですよね。だから本当に総合的に自分の理想としているお肌、世間の人がこんな肌になりたいみたいなところに向かわせてくれ
る感じがします。なんでかってなりたくない肌トラブルを取っ払ってくれるような働き方をするので、まとめると、乾燥してるけど肌が敏感でちょっとケアしにくいなって時、肌荒れが気になるんだけどしっかりと保湿はしたいなっていう時、かっこ水分系の、あと季節の変わり目とか肌が揺らぎやすい時、そして刺激を抑えたスキンケアをしたいなっていう時にとってもおすすめなマスクでした。4枚目をどれにするか迷ってるんですよ。これもいいんですけど、高麗人参とレチノールダブルでエイジングケアができるってものなんですけど、手に入りにくいんですね。現地ではすごいランキングも上位、日本だと確かなんかギフティングとかのレビューの方が多かったので、そういうの毛嫌いする人もいるじゃないですか。だけど個人的には本当にこれめっちゃいい。だけどこっちもめっちゃいいから、しかもなんか手に入りやすいっていう点でこっちにします。こちらはソリデンのセルメイジングビタシーフェイスマスクで、ソリデンといえばダイブインシリーズがすごい大人気なんですけど、ブライトニングに特化したセルメイジングのシリーズでパックが出たんですよ。これは見た瞬間買いましたね。実際使ってみてもめっちゃ良かったの。こちらはですね、水分チャージと美白効果を同時に狙えるアイテムだけど低刺激設計なので敏感な時期にも使いやすいところがすごくお気に入り。ダイブインはもう水分とか保湿を重視していて、こっちはビタミン C を生かしたブライトニング効果が特徴です。乳液が白いの、もう乳液みたいな、だけど緩め。はい、こんな感じでたっぷり入ってます。乳液っぽいんですけど水分っぽさも十分にあって伸びも良いです。ただね、他のシートマスクに比べるとね、乳液の量はそんなに多くない気がするから全身には持たないかも。剥がしてなじませきった後はこんな感じです。もうマジで鏡すぎません？こんな引き締まるっていう。やっぱ私ビタミン C と相性がめっちゃいいんですよね。ビタミン C のいいところはやっぱ即効性感じやすいからモチベが続きやすい。トーンアップは意外にね、サミュの時の方がトーンアップ感っていうのは感じられたんですけど、これはね、引き締まり感とか不健康なくすみ感っていうのはこれは結構晴れる感じがあります。使った直後からもうツルツルでしっとりだしもっちりだし、シンプルに若い時の強い肌みたいな感じになりたい時にすごいこのシートマスクは使い続けるのおすすめです。気づいたんですけど、私これ多分ね、引き締まってるっていうよりも多分張りと弾力が出るから引き締まってるように見えるんですよね。で保湿力も十分すぎる。まとめると、くすみが気になる時の集中ケア、ちょっと日光を浴びすぎたなっていう時にもすごい使いやすいビタミン C なので、あと敏感な時でもビタミン C 使いたい時、そして乾燥と美白ケアを同時に行いたい時にもおすすめなシートマスクでした。はい、最後のシートマスクはこちらです。じゃじゃん。どれも混成の選抜品なんですけど、これに関してはラグジュアリーなスペシャルケアを体感したい時にすごいおすすめです。これはですね、私はしばらく使ってみた感想として、ふっくらもちもちって感じ。名前の通りこれはソウルクリームマスクなので、水分系っていうよりもクリームって感じ。乾燥しがちな頬とかも潤いのベールをまとったような、本当にしっとりと柔らかいお肌になります。これメイク前のね、なんか下地がいらないってくらいなんかお肌が整うんですよ、使い終わった後。これの一番の特徴っていうのがあって、このソウル、韓国のブランドなんですけど、ヒト幹細胞がシリーズで配合されているようなブランドさんで、このシートマスクにも1万 ppm も配合されてるので、肌の張りとか弾力をしっかりサポートしてくれます。これ紙なのにうまく破けなかった。もう取り出した時点でもうすぐわかるクリーム感。クリームすぎる。すごい。シートマスクはこんな感じで程よく厚みがあります。シート自体も柔らかく摩擦レスな乗り心地。繊維もね、全然そんなに透けない。シートに厚みはあるんですけど、そこまで張りがないのでちょっと開きにくいかも。密着もしやすいですね。小鼻のこの部分、毛穴が気になる部分にも覆わせることができるし、輪郭のカッティングも結構こめかみも存分にある感じ。引いて言うとちょっと目元のカッティングが大きくて目尻がね覆えないからこうやってちょっと移植するしかない。でこれ 100% セルロース素材でできているので、クリームなんだけどしっかりと液体を閉じ込めるというか蓄えさせてちゃんと顔まで届けられる設計です。ラグジュアリーな気分にはなるけど、重たいのが苦手な人にはちょっとあんま好きじゃない使用感かも。だけど冬はね、この感じが私はすごい安心します。めっちゃ保湿されてるっていう。これは10分から20分置くタイプになってるんですけど、その間に成分
説明すると、保湿とエイジングケアに特化した成分の組み合わせになってます。もうめっちゃシンプルですよね。保湿とエイジングケア、攻めのケアとでもちゃんと鎮静ケアのバランスで肌を傷めずちゃんと攻めのケアができる。先ほど言った通りヒト幹細胞培養液が1万 ppm も入ってるので、肌の張りと弾力にしっかりアプローチしつつ、ペプチドでキメを整えて、グルタチオンの抗酸化力でくすみケアもカバーだけど低刺激処方なので、敏感な時期にも、攻めのケアをしちゃおうよっていうマスクです。はい、剥がしてみるとこんな感じです。乳液パックだね。これは剥がしてなじませた後はこんな感じです。エステじゃない、ふっくら感、気分。使ってる最中もそうって感じる人もいるけど、私はこの剥がした後の仕上がり感、もうさすごくない？もう超エイジングケアマスクって感じ。剥がした瞬間からもうちょっとふっくらしてるのがわかる。使ったすぐ後からもうめちゃくちゃ肌が柔らかい。このしっとり感っていうのも持続するんですよ。マジでもちもち。若干高いけどこれプレゼントしたら感動すると思う。日本でもクリームマスクとか売ってるけど、日本の方が私はこういうやつ高い。コスパ的にはそこまで悪くないと思います。まとめると、乾燥が気になる時の集中保湿ケアしたい時、肌の張り不足、弾力、肌のしぼみが気になる時、敏感肌なんだけど、ちょっとリッチな保湿ケアをしたいなっていう時にもおすすめです。はい、いかがだったでしょうか。結構今日はもう出し惜しみせず、本当に今の私がこのマスクたち激推ししたいよっていう子たちを選びました。スキンケアの中で美容液が一番お金をかけた方がいいとか、美容成分が凝縮されてるから肌不調解決した時は美容液っていう線もあるけど、でもそれと同じぐらい、時にはもしかしたらシートマスクの方が肌不調から調子を取り戻すのにはすごく私はいいアイテムだなと思ったので、結構特別な気持ちを背負いつつ、今日はちょっと頑張って選んでみました。よかったら皆さんの肌不調の時に欠かせないアイテムだったり、やってることとかもしあったら教えてほしいです。ちょっとね、私年々季節の変わり目、免疫ついてきたのかな、ちょっと良くなってきたんですけど、肌不調で悩んでる人って多いと思うので、視聴者さんのことを同志だと思ってこのコメント欄でもしシェアしてもらえたらとっても助かります。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。